ストップ。いいとこでこれしか記憶にない。あ、出ました。原裕二君。ジャパンドリームを叶えた一人ですよね。この和合堂っていう名前とロゴを作ってくれます。今日の晩飯はこれやでって言ってるこの顔ですこんにちは、ポーザーズチャンネルです。それトンさんしかやってないですよ。はい、今回のゲストはですね、大塚トンチン友信さんでございます。ようこそ。こんにちは。またありがとうございます。ありがとうございます。あいつが来ました。あいつが来ましたね。さあ今回はですね、トンさんまたトンさんと動画を、ファーストチルドレンムービーシリーズ、はい、FC ムービーの振り返りをしていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。今回は、まず最初にこっちほら直樹さんすいませんね。もうすぐ忘れてこっちと話したくなっちゃうからこれFC ムービー、パート7ボードゲームのオープニング振り返りたいと思います。ちょっと補足なんですけど、トンツさんの漫画がなんと連載3巻、そしてはい完結しました。ありがとうございます。お疲れ様でした。埼玉クエスト、愛知クエスト、小布施クエストで、2巻3巻をまとめて私が一括購入して、先着順にお配りしますので、トンツさんのサイン入りでぜひ各クエストへ遊びに来て、そして持って帰ってください。ありがとうございます。連載お疲れ様でした。ありがとうございました。はい。というわけで、はい、じゃあこれいきますよ。ボードゲーム、覚えてます？もちろん。だいたい2005年ぐらい。だいたいね、ちょっと定かじゃないんだけど、2005年ぐらい、約20年前の作品です。はい。はい。行ってみましょう。はい。ポーザーズプロダクションプロジェクトいきますよ。久しぶり。はい。と、まずはこれ皆さんとやいのとね、トンツさんとやいの。あ、来ました。はい。マスラオコミッションなんですよ、これ曲は。だからロゴかっこいい。これ佐藤さんね。この時16ミリフィルム使ってたんですよ、これ。そうですね。はい。余談で言うとね、3分をデジタル化するのに約3万円。豪華ですね。豪華。はい。むっちゃん。むっちゃん。これははかこれ。ザベ。高一とね、これじゃあいたかだから。これでもこれゴリさん、アボハドマグンさん、ライム、これはビルさん。原裕二君。俺いや懐かしいですよこれね。ザックでゴッチが犬に舐められて。マクチームですよ。このポスターまだ持ってますよ。これ私ですね。ラスタンのフロントファイブ。この上はかっこよかった。ね、M6ですね。川でね。重い、かっこよかった。ハト捕まえました。ミッションこれとあれとハトこの CG さ、盛り上がりました。そうですね。そう、この時だから最先端の CG をね使ってたんで、ほらこれね、マグン、これロゴのこれ斬新ですよ、このみたい。インフィニティカーメイトね。マグン。マグンですよ、マグン。はい。マグンちゃん FC で。かっこいいこれ。出ました。原裕二君。キャピタセッションだ。これがセッションだ。いや、マグロの試着室。8万体。いや、これは FC 出た。原裕二君。ピタになった。かっこいいっすね。やばいな、これ。タクちゃん。これタクちゃんです。和合堂の近所のタクちゃん。今もう30歳ぐらいなんじゃない？ 30何歳ですよ、彼。セイトブロック。普通音私ですけど。ギャンスコープ。ゴリさんのグラウンドからパナティックですね。うまい。
これシュナイダー。まあちなみに埼玉クエストの支配人の渡るくんがこの時10歳でお父さんとここにいたと。いました。あ、出たスタンダードですよね。いやこの時のブランドも懐かしいですね。ケンさん、石川ケンさん。これ東京ドーム。東京ドームですね。すごい。ザッツの周りを光が。これは空飛ぶスター。懐かしい。やばいですね。そう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 。素晴らしい。あ、出た。これ覚えてる。ケンムーね。あ、かっこいい。これは盛り上がっちゃいますね。この時代ね。いや、三つうまかったな。この時世界でもトップ5ぐらいに入る技術力の持ち主のこれはクォーターパイプ。もう手飛んでる。おい出たこれ覚えてますかトンさん。これほら刀を持ってこれシュナイダーを流すんですよこれ。ここに切る私が最高。全然覚えてなかった。いや最後終わり方最高じゃないですか。あとこのほら CG もこれめっちゃクオリティ高いですよ。あでこれで僕のパートに入っていくんですけどね。トンちゃんと腹話術。本当じゃん。いやあれやばくない最後終わり方。うん、あれだってあれも盛り上がりましたよ試写会で。めっちゃ盛り上がった。最後美味しいとこ持ってくんですよこの人いつも。という感じでとりあえずざっと言ったんですけど、これからちょっとトンさんと一個一個解説していきましょうか。本当に見る人が見たらこれは何を見させられるんだっていうね直樹さん解説もうでも今ほぼ解説しちゃいましたんですけど、そこをちょっと深掘りしてオその当時のことを振り返りながらちょっとかつて見ていただいた人たちには、あそんな裏話があったのかというふうにちょっとね見てもらえればいいと思います。気になるところで僕ストップって言うんで、トンチさん気になるところでストップって言ってください。わかりました。はい、お願いします。さあスタート。ストップ。これほらこれ試写会覚えてます？東京の、あれはそこはすげえでかいところでやりましたよね。オンエアイースト。オンエアイースト1500人ぐらいゲストも入れて1500-1600人ぐらい入った試写会だったんですよ。でこれで今この音楽からうちらのね舞台挨拶が終わって CG 始まってこのロゴ出た瞬間に当時来てくださってたファンの人とかお客さんとかもう大歓声ですよ。うわーってこの CG で歓声が流れましたからね。そうですね。ありがたいお話でございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今の我々があるのも皆様のおかげです。ありがとうございます。さあ次行きましょう。はい、来ました。そんな時もあったな。ほらはい。でもいいですねスピード感もあって。いやそうですね。はい、ストップ。これCG はね、西森君っていう七色っていう会社の西森君っていう人がね当時最先端のめちゃくちゃ高い多分嘘じゃなければ西森君の嘘じゃなければ当時一番すごい高いマシン使ってねこの時代20年前なんで CG 作ってくれたんですよ。はい。まあ行きましょうか。はい。ムツオ出ました。ムツオ君出ましたよ。行こうか。このまま人はちょっとこのまま行こう。これで鈴木博、はい、西田隆、西やね。はい、ザッペ、光一、タカ、これトンさんのアクション。トンさんだ。トンさんのアクションですよこれ。ゴリさん。ここで止めちゃったけど。顎を止めて。ストリートレールがね。なんで顎を打っちゃった瞬間です。瞬間ですね。なんでこのカットを使ったんだ。はい、マグンさん。マグンちゃんね。見てください、マグンさん。見てください、FC のステッカー貼ってて、この時、これマンモスマウンテンなんですよ、確かマグンさんね。アイリスのゴーグルに、これ見てください、シャツにネクタイして滑ってるんですよ。ネクタイ。ネクタイしてるんです、これ。おしゃれですね。おしゃれですよ。マグンちゃん。マグンちゃん。おしゃれだっ
マグンちゃん今何やってるかと言いますと、はい、高崎の紫店で、勤務しております。たまに会うんですよ。埼玉クエストにその教えてる子どもたちであったりとかっていうのをこう連れてきてくれて、でそこでスノーボードを教えたりスケートボードを教えたり、そういうね活動をやってます。紫スポーツはライダー時代からじゃないですか。でライダーのキャリアを終えたら紫スポーツに就職したんですね。そういうセカンドキャリアもねライダーの皆さんありますんでね。はい。さあ来ました。我らのライモン。我らの太陽ライモン君です今音楽活動まだしてますよね。してます。してますよね。はい。レッドオルカが最近ね結構有名でバンっていったんですけど、ちょっとレッドオルカ休止気味からの今自分でほらまたネオバーニングファイヤーなる活動をやってるんでね、そこをぜひ皆さんインターネットにサーチでぜひライブ行ってみてください。ライちゃんです。はい。なんかライちゃんとなんかまつわるエピソードあります？いっぱいあります。いっぱいありますよね。めちゃくちゃ。ちなみにライモンは青が好き。はいはい。これすごいですよね。はい。ブルーのビーに、はい。水色のトレーナー。でグローブのグローブ。後ろもほら奇跡的にそれはただのブルーシートでしょ。あとこのバナーもブルーだ。本当だ。これライちゃんがなんでブルー好きだか知ってます？なぜブルーか。なぜ青い狼。青い狼。なんで彼がブルーを選んでるか。知らないですか。彼ほらお父さんお母さん、ヒデとロザンナ、ね、有名な日本の歌謡曲の歌手で、ロザンナさんイタリア人、でイタリアといえばブルーですよ。アズール。ああなるほど。そうでそれでそのブルーにこだわりを持ってっていうね。そういうことなんですよ。さあそういうことかではライちゃんこれ佐藤さんちょっと佐藤さんはいいね。これ違うこれは三宅ビルさん。ビルさん。これは三宅ビルさんですね。この時ビルさんはねもう最近ちょっとあんま連絡は取れてないんですが、ファーストチルドレンってチームを発足した時も、一番最初のバンクーバーで僕お友達になって、知り合った時の、もう一番最初 FC 作った時のオリジナルの人。そうですね。はい。でポーザーズプロダクションズっていう名前を付けたのもビルさん、ファーストチルドレンって名前を付けたのもビルさんです。ロゴとかいろいろ担当して、はい。そしてこれはマーボね、佐々木マーボ君ね、ナイオロのね、はい。できました。原裕二選手の入場です。原君はアイアンクローとかいろいろ会社事業をやってまして、今は我々 FC もパークを1回やってたパルコール嬬恋で勤務されてるんです。でいろいろそのクリエイティブなこともやったり、ゲレンデのそのお仕事であったりいろんな企画とかね、原裕二さんなんとパルコール嬬恋にいますんでね、行きましょう。ぜひね。面白い。変わってないですよ。マジで変わってない。でしょうね。本当に変わってない。現場のパルコールの皆さんに迷惑かけてないのがね、この前行った時にはねみんなに謝ってきました。すみません、ごめんなさい。嘘。めちゃくちゃみんなを盛り上げてね楽しく仕事してるんでね、ぜひ皆さんパルコール行ってください。トンちゃん、これいるんでちょっとここはね、トンさんはちょっとじゃあこれははい。これはあれですね、羽生哲也ですね。羽生哲也君、羽生田哲也、羽生君です。いいですね。いいですね。いいところで止まりました。いいところ干されてますね。はい。来ました。ズッキです。ここは真ん中にズッキカメラマン。そして鈴木博、大塚トンさん。マウントフットのサマーキャンプ行った時にここの家をもう必ず借りて、このゴルフコースの中にあるちょっとラグジュアリーな家ね、あの家ですよ。ここで毎日この時からウィニングイレブンで、そうですね。はい。こんなん聞かされてどうだって。ウィニングイレブンでね、多分ねなんかうわーとかっつっていろいろねやってて。覚えてます？幽霊出たポルターガイスト出たこの家はね、後にも先にも、あんな派手なポルターガイスト見たの初めてじゃないですか。心霊現象。俺がそれ、みんなが言ってたけど、気づかなかった。椅子が飛んだとか言うでしょ、ベランダの。飛んだの。椅子が
ボカーン飛んで、5メートルぐらいベランダの端っこから端まで飛んでったんですよ。でうわーとかと思ってなんだとかってすぐ見に行ったら誰もいなくて、怖くなかったけどな。怖くなかったねそうっすね、あの時でもねあの時は怖かったっすよ。本当。次行きましょう。めちゃくちゃ長くなりますよこれね。あ、福ちゃん福ちゃん。これ福ちゃん今みなかみの方でね、釣りを主体に今活動しててね、ウェアもこうプロデュースしたり板もプロデュースしたりね、まあ福ちゃんそうかな、この時メンズノンノのモデルやってたしね。いや素晴らしい。いいね。ザックベア。ザックベア。よしザックベア割愛いや割愛っていうわけじゃないけど、ゴッチ。この犬の名前はロー。ゴッチのことを触れるとね、一回今ガーラでクエストパークやってるんですけど、あれはゴッチがね現地でパークどうのこうのっていうタイミングでね、こっちにお仕事の依頼くれまして、でそれからガーラ湯沢の、パークのプロデュースクエストでやらさせてもらってるんですよ。あれはねゴッチ君のおかげです。なるほど。はい、いやーマク折半島っすね。あごやさストップ。いいとこで。トゥー抜けです。トゥー抜けの。トゥー抜けなんですこれフロントファイブのね。はい。いい抜けじゃないですか。こっち見ろってなんだけど、こっちトゥー抜けのね。いい抜けじゃないですか。いい抜けですね。コーチのやつさんから見ても。そうですね。はい完璧です。完璧ですね。そうですよ、ほらこれまとまり具合もね、これハウツー行くとねやっぱねトゥー抜けはねすぐ足持ち上げないとねスピンまとまらないんですよ。なるほど。はい。おロンググラブ。おそして最後合わせてですね。そしてこの見てください、ミッション6のスポンサーのマクーから変わるんですよ。ミッション6のロゴはこのフェニックス真ん中、これねこれ西森君うまくやったんですけど、これをそうマクーのところ破ってこれフェニックスがこう飛んでくるの一緒に、ほらキャブないね、ちょっと長かったっすね今。長かったっすね今ね、返し方はね。でほらこのミッション6のフェニックスがなんとロゴに雰囲気に変わるというおしゃれなんですよ。でハトでしょ。ハト。これもうこれ CG。これ CG じゃないこれ。これどっかなんかストリートやってる時にねハト捕まえれるかもって思って後ろから忍び寄ったら本当に捕まえれたんですよ。こいつらとろいなこのハトとかって思ってパッと捕まえたら、そう若かったんでハト捕まえたらカメラにアピールしたくなってカメラの前に来たんですよ。ハト捕まえて。マイク・タイソンも公園でハトこうやって捕まえてたらしいです。そうなの？こうやってシュッて。本当。じゃあマイク・タイソン並みですよ。ほら元気なハトっすよねこれほら。いや若いな。若いっすね。可愛いね。ほらハトアピールしてる。ああこれねこれどこだ。あんまりストリートってあんまりよくない。ハトいっぱい打てる。はい、これマグンさん。うまい、スケートうまいなマグン。でこの時、結構大変な技術だったらしいんですよ。今でこそねこれね直樹さんね簡単だと思うんですけど、このロゴが人がこの目の前にこう通って、ロゴが後ろに行って消えて流れていくってこの作業。これねなんかこの当時すげえ大変だったらしいですよ。で FC ブランド。でこのマグのこのパワースライドストップから来ました。いいですねこれ。インフィニティね、これ今ちょっと思えばねこのまんまマグにどっかこうまたスケートで行ってもらったらもうちょっとおしゃれだったらこの静止画よりもねで今でこそなるほどね。もうちょっとこのままこっちは流せばよかったじゃんみたいなねやってもらえばよかったね。今ちょっとこれも作ってた当時思い出すとねちょっと後悔これマグンごめんねこんな感じで止めちゃってねマグもどうなるのっていう感じで手広げてますもんね。インフィニティっていうカーメイトさんがねドメスティックブランドでこれ、やっていた、この時も人気の福ちゃんとマグンがメインの、ブランドでしたね。これねかっこよかった、ほらマグンちゃん自分もマグンちゃんうまかったですからね。これスケーターだからこれ、ほら小粋なこの奥只見のこのイベントでね
これ FC ヘブンのこれギャップですよ。これこう見てください。これ結構ですよ。この時の飛んでますよね。飛んでます、これは。はい。いやそうこれも高一のこれマツダのトラックですね。これによくモービル積んでね、いろいろ撮影してました。出ましたよ。はい、原裕二君、原裕二さんの登場です。これもなかなか面白い演出ですね。これね、和合堂の試着室になぜかコソ泥のように原裕二入っていく。裕二入っていくんですよ。でもこれ裕二はなんかもう見えてますね。向こうの世界ね。確かに CG が入る。本当だね。見えてるね。ワクワク感。うわこれどうなってるの。ほらって来た。星が飛んできてる。お、そしてなぜかセッションズで踊りながら入っていくという締めるんですよ。これ原さんこれ締めるんですよ。これグーしだからね。最高じゃないですかこれ。パタッと締めるとセッションズ、素晴らしい。セッションズはやっぱりね、まあ未だに人気のブランドですからね。はい。お、うまい。アンダーフリップですね、原君。うまい。FC ヘブンズこれパウダーチャンスうまい。お、そして出てきた。着替えた。いや違うんですよ。これは多分この空間に入ったらこのコスチュームになっちゃうっていう設定だったんじゃないですかね。これそうなんですよ。そしてなぜかこっちに何をカメハメハのようなものをこうバシュンと打ってこうなんかほらこの時のキャピタのキャラクターが出てきて、でも原さんの要望があり、この時一回ちょっとできてきて、おこれ結構いいのできたじゃんと思って原さんに見せたんですよ。そしたらやすさんちょっといいとかつって、こうちょっとなんか目が嫌だこのゴーグルにこの映ってるこの顔が嫌だとかって言ってこれ消してって言ってほらでそれで西森君に頼んでこれね消してもらったんですよ。決め顔がそうなの。そうこれあ、そういうことね。そうなんですよ。こういうこともやってくれたんですよ西森君。なるほど。熱くないですかこれ。熱い。熱い面白いですよねこれ。でもおしゃれですよねこれ。すっごい。わこれタクちゃん、近所のタクちゃんね。じゃあここはい和合堂来ました。これねビルさんデザインしたこの和合堂のロゴ、今でもねこれ人気なんですよ。でまあ和合堂っていうのはポーザーズプロダクション、私どもの会社でね小売店業をやってましてね、スノーボードショップを経営してたんですよ。長野県長野市で。でその時のその名前が和合堂といって、ロゴはこの、大人、まあ2人なのか、あと子供とこの、これ猫ちゃんかな、これがねこうアニメーションでこう歩いてきて、これをみんなで手をつないで見ると和合堂のロゴになると。いいですね。はい。こう和菓子屋と間違えて入ってくる。あれ多かったです。これお菓子屋じゃねえのここ。ほら。ああでもいいですね。でこの和合堂という名前、実はですよ。これねちょっともう話長くなっちゃって、まあ一家これはもうマニアックなトークのルームなんであれなんですけど、和合堂、まあ閉店しました。10年のうちに。いつだったかちょっと忘れたんですけど、閉店した時に、まあ、しばらくしたらこの当時、ここに信州大学に通ってる学生さんがいたんですよ。でその時の青年から、十何年経った後、連絡が来まして、で都内で雑貨屋さんを作りたいんです。でもあの時学生の時に通っていたその和合堂のそのコンセプトと、雰囲気が大好きで、この和合堂っていう名前とロゴを譲ってくれませんかって熱いメッセージ来たんですよ。高崎君っていう、でもう全然いいよっていうことで、その高崎君に譲りました。和合堂。和合堂。じゃああるんですね。名前をあるんですよ。あるんですけど、ここからあるんですよ。でその高崎君で、そして今はそういったなんかこうインフルエンサー系で、なんか結構こういうなんですか、まあ国の問題であったりとかっていうものを取り上げてなんかね発信してる人になってるんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。それ高崎君で調べてみてください。ごぼうの塔で。なるほど、そうね、和合堂つながりですからね。でそしてそこからなんとまたその数年後にガヤ
まあ、埼玉県深谷市深谷で、ネギをやってネギの農場をやってるものですと、でこの和合堂という名前が大好きで、もう高崎さんには了承を得て、その名前をこう使わさせていただきたいと思いますっていうのがこう DM で来て、もちろん全然いいですとはい、すごいですね。そうなんですよ。だからこの和合堂っていうのは今多分その法人今本当にそうであれば深谷でネギの農場をやられてる会社の名が和合堂というはずなんです。はい。で和合堂っていう名前はなんでこうつけようかなと思ったのがいろいろあったんですよ。横文字みんなほらこの時のその店長でやってくれた、長谷川良志君と帯名君と話をしてて、どういう場所にしたいっていうこのショップっていうものを、したいって考えた時にいろいろ出たんですよ。このやっぱこう秘密基地みたいにしたい、ベースっていう名前とか、でなんかこういろいろ横乗り系の英語を使ったショップとかでいやこれ日本語で行こう行きましょうよって話をしていろいろこうみんなが集まれてワイワイできる場所っていうのが和合っていう名前がこう出てきまして、堂っていうのはお店をこうの名前の堂なんで、それで和合堂っていう名前をつけたんですよ。はい、確かに。そしてそれがねこうやって巡り巡ってねこの名前が好きでコンセプトが好きでって言ってもらうの嬉しいですよね。いやすごいと思う。確かに。いやなかなか本当スノーボードショップでこれをつけないですよ。確かにこれお仏壇とか和菓子屋みたいだよねこれね。そうでもそこがねすごいところですよやすさんの本当。でもそれがさ残るものになっていく一つでもあると思うので。そうですか。いやすごいと思います。ありがとうございます。そんな言ってもらえるとねっていうちょっと余談でした。すみません長いさあそして出ましたセイトーグローブ。ごめんなさいまたこれいいかムツオめっちゃうまかった、ムツオくんめっちゃうまかった。いやでもいいですねこのそうですねこの2人同時ジャンプ、一緒に飛んでね、セイトーグローブっつってこういいですね。フロントスリーでバックスリーねこの時のね、セイトーグローブね、いいか和合堂でだいぶ話しちゃったからいいかいやでも聞きたいかな。そうですね、聞きたい人は10人ぐらいいるかもしれないんでね、セイトーグローブっていう名前はこれまた天の弱だったんでしょうね、とにかく英語の名前をつけることからちょっと避けてたっていうね、でセイトーっていうのは、私佐藤って言うんですけど海外にいる時から、カナダに留学してる時から佐藤って言われなくて「Hey セイトーセイトー」って言われてて、でそれで名前よくあるじゃないですか。バートンだったら人の名前だし、スミスだって人の名前だし、でも佐藤ってつけるのもちょっとなんだしじゃあセイトーでいこうっつって、シャレで作って、英語がパーって書いてあると売れるわけですよ商品としては。当時英語のアルファベットがバーって書いてあるとなんかよくなんか書いてることの意味は分からんけどなんかかっこいいぜみたいなっていう感じだったじゃないですか。だからそこに、このセイトーグローブって書いてあってここに書いてあるコンセプトは、その時セイトーセイトーって呼んでたのは、その時留学した時にお金ないじゃないですか。ちょっと若いから使っちゃったりとかして家賃滞納してる時にマンションでこうやってね寝落ちしてソファーでいる時に鍵閉まってるんですよ。セイトーセイトーって聞こえてくるんですよ。眠りの向こうからセイトーってパッて開けたらいつもその時いたクリフっていうじいさんのマネージャーがそうだセイトーっつってセイトーペイザレンツって家賃払えっていつもここに俺がこうやって寝落ちしてる時にいつもセイトーペイザレンツっていうのをずっと言われてて、でこのセイトーグローブにはセイトーペイザレンツって英語で全部こう書いてあって、それがブランドコンセプト。そうだ思い出した。だって俺最初の広告作りました。そうだよねセイトペイザレンね、また1ヶ月家賃滞納してるぞっていうのを英語で全部ね、それが英文字でこうやって入ってますふざけてますよね。でもすごいこのセイトーグローブも皆さん購入してくださってありがとうございました。うまがあります余談すいません。
長いね話がね、はい、まあでもこういうマニアックな話でいいのかなと思って、はい、ダンストップはもう、はい、割愛ファナティック。これねゴリさんなんですよこれ、ね、今こう熊谷クエストのねハーフパイプでもね現場監督というか仕切ってくれて、でオブセクエストのそのもう支配に、そしてもうクエストグループ全体のこういうねいろいろその設計とかこういうのもやってくれるのもゴリさんなんですよ、そうゴリちゃん滑りがねめちゃくちゃ綺麗、フロントセブンうまいなこれ、完璧ですね。完璧っすね。まあファナティックといえば、世界初の特許を持ってるハニカム構造の板だったんですよ、で折れないとか、だからそういうちょっとそう軽いのに折れない、なんでこれ着地と雪しぶきと同時にこれハニカムがこれ飛び散るんですよこれ。なるほどです。かっこいいですね、ほらハニカムですこれ、ゴリちゃん、おしゃれですよこれ。走り方もいいよ。そう来ました、レイジアイインターフェース、レイジアイインターフェース、ゴッチ君のブランド。そうです、はい、私もつけてましたね。私も一時つけておりました。まあ、売れたもんね、レイジもね、すごいね。まあみんな結構つけてたよね、この当時。結構ね流行りましたこの当時ブランド。石原貴文。これね石原貴文。これねパイプ、めちゃくちゃずば抜けて、世界的にもずば抜けてエアの高さ。そうですね。ダンスよ石原貴、まあ、パイプ職人、でまあこれ都市伝説なのかあれなのかでも合ってると思うんですよ。カムイミサカってもともともうちょっと天井低かったんですよ。でタカが高く飛びすぎて天井に当たっちゃうっていうんで再工事して今のサイズになったっていう、屋根の高さが当たっちゃうっていう。すごいね。彼は伝説です。ちなみに、余談なんですけどパート3で、原裕二君のパートのところで牛の撮影行ったじゃないですかあれね、まあタカの、その時彼女だったイオナちの、イオナがちょうどその長野にいて、牛なら埼玉にいるよとかって言って全然寝ないで編集こんなになっちゃったのを一生懸命運転してたどり着いたのが、実は最近気が付いてるんですよ、深谷のそこなんですよ。あ、そうなんですか。埼玉ここなんですよ、この銀辺なんですよ。牛の撮影だけ抜きだ。あったじゃないですか。サンキューエブリワン。そうあれね。もうあれでベストビデオパートですから。やっぱあれで原裕二さんのパートあれ振り返っちゃうがいいね。サンキューエブリワン。ベストビデオパートショーですからね、年の。そうですよ。あれですよ。ね。はい。あれがでもそこの牛の毛っていうのがそこなの。あ、じゃあイオナンチは近くなの？近くなの。イオナンチは病院、総合病院、総合病院。病院です。もう内科外科もやってる総合病院がそこの深谷なんですよ。彼らは今結婚してね。で今ね本当ね夫婦でね2人の子供を連れてね埼玉クエスト滑り来てくる、練習しに来てこの熊谷クエストでパイプやってるんですよ。はい。つながってるんですよねこれね。タカすごかったな、うまかったな。飛んでほしいタカに。ね。さあ石川健さんですよこれ。ザ北海道のイケメンですね。そうですね。はい。レジェンドですね。我々のね先輩でもあってね、とにかくスノーボードがめちゃくちゃうまくて、こっち見た方がいいんだよね。こっちだとなんかこっち見て話せともうずっとこう見ちゃってるからね。こっちはこの画面にね、ケンさん。これケンさんカリスマだったからねこれ。そうですね。はい。なんかねまとってるオーラもカリスマなんですよこの人は。で今はシムス、私の情報が確かであれば今シムススノーボードで社長をやられてます。そうなんですか。はい、そうです。はい。私の情報が正しければね、間違ってたらすいません。でもケンさんは多分そうだと思う。そう、俺ケンさんに、お前はスノーボードをちゃんとやらなきゃダメだよって言われます。いや、お前みたいに体壊れないやついないから、ちゃんとやれって。ああ、そっか、みんな真似しちゃうぞって。いや、違う。違う？どういうこと？
お前もっと上手くなれるぞっていう。あ、そういう意味で。そうかっけえね。うん、やば。言ってる内容めっちゃかっこいいじゃないですか。そう、もうなんかお前はやらなきゃダメ、一生懸命やれっつって。それあれっすね。なんかまあ俺の立場からするとちょっと逆にいい迷惑だね。嘘ケンさん嘘よ全然嘘よ。だからその時これ、まあ、7作目じゃないですか。トンチさんめっちゃ人気あって、まあ、その当時SNS でもない時代、 YouTube もない時代、来るのはファンレターなんですよ。手書きの手紙、あと現地での声かけてもらう。来るファンレターがもうトンチさんがこけても立ち上がる姿にもう勇気をもらってます、生きる活力ですって。だからもうこけまくってこの立つ姿にみんな勇気をもらってたんですよ。そうだから俺の中ではこのまあね、まあプロデューサーとしてはいやこれはトンツさんこけ続けなきゃあかんでしょでもいつからかなんかねちょっと上手くなりたい願望が出てきちゃってなんか迷惑だなとかいや全然いいんだよ。でも言われたのはこれよりもっと前なんでね。そうでもこのパート7ぐらいからはまあちょっと確かにまあその後だな、もうちょっと後からトンツさんの立ちたい願望がね、出てきて、でこれはトンツさんの相棒の漫画家でもある毒も木草の岩瀬君も、いやお前はこけ続けなきゃあかんやろって言われて今でも覚えてる。そうその通り大力君ね。そうですよ。だからファンレターはめちゃくちゃ多かったです。もうこけ続けてくださいってあの姿をずっと見ていたいですで後半になってくるといや上手くなって残念ですそうだから「スラムダンクもあそこで終わったのが正解なんです。なるほど。そうあれが桜木花道上手くなっちゃったら面白くない。なるほどね。だから俺も本当もうだから8で終わってよ。8で終わったそっか。その後10以降上手くなっちゃってますもんね。そうです、ね、確かに10ぐらいからめっちゃ上手かったですよね。いや上手いかどうか、いや上手かったですよ。めっちゃ上手かった。いやまあでもそりゃそうだわ。そう、いやでもただケンさんのその言ったこと自体は俺はめちゃくちゃかっこいいと思うしね。なんかねやっぱ熱いっすよね。熱いグッとくるよね。そうかっこいいケンさん。そうなんかね色気がめっちゃあるんですよこの人。そうですね。なんかやっぱね先輩いろいろいるんですけどその中でもねやっぱこうちょっと一緒にいてなんかちょっとなんかねドキドキするような先輩でしたね。なんかかっこいいから常に。ですね。いやありがたいですよね。かっけえよほら。あ出ました。サバンダ。これほらエクストレイルジャムのこれ東京ドームのこれあれですよね。ロッカールームですよねこれね。白はすごかったですね。すごかった。白は鈴木白知ってます？知ってますか？すごかった、ね、エクストレイルジャムの東京ドームのね何万人も入る大会でね、あんなもうみんなまあ俺も含めてみんなあそこで成功したいわけですよ、だけど現実そんなにうまくいかず、けど彼は2年連続3年連続2年連続だね、2年連続準優勝ですよ。まあ、その時のねキャブナインでね、すごかったよね。めっちゃ盛り上がったし、スーパーヒーロー、スーパースターだ。これも言っちゃっていいのか分かんないけど、まあその時のエクストレイルジャムのそのイベントに来てるその MC のいわゆるその時のあれですよ、有名な芸能人のアイドルというか女性の人と付き合ってますからね。これなんちゅうジャパンドリームだと。そうですね、この2位になるとこんな国民的な有名人と付き合っちゃうんですかと。そうですね、はい、これは名前は出せないんですけども、ね彼女紹介しますってマジで。確かに俺は一緒にエレベーターにハクが乗ってきて、一緒のエレベーターで、この人ってあの人いやこれね、まあこれは P 入れるしかないな。でもすごいジャパンドリームを叶えた一人ですよね、この時代のね。スーパースターですね。スーパースターですよこれ。
だってもうこの時にこの、サバンダーっていうブランドもね、こう始めてて、で賞金もすごかったしスポンサーもね、さあまだこれイントロですよ。どうすんのこれ、喋ること多すぎちゃってこれもうほら。でもうまかったねこれ。バックナインですよ。もうだってもうバコーンちゃんがこれネクストレベルやでやっさんってずっと言ってたんですよね。でも本当にそう。見てみよネクストレベルやでこれネクストレベルやでこれ。いやでも本当違ったよね。全然違う、ね、全然違う。やっぱちょっと本当に福ちゃん言う通りネクストレベルでした、彼は。で俺らよりも全然若いもんね。で今は名寄でバーをやられてます。ここら辺もちょっとインターネットで調べたら出てくると思うんでね、名寄の皆様、そして名寄に行くことがあろうで皆さんぜひ白さんのお店に遊びに行ってください。寒いんですよね。ザッペ、空飛ブースターというこのいいですね、このザッペ君の表情いいですね。いいですね。ザッペ君は今小丸山、小丸山、長野県のね小丸山と、あと飯綱リゾートでパークのプロデュースをやってらっしゃいます。はい。でパークをこう作ったりアセッションになって、そういうプロデュースもやりながら、そしてその雪がないシーズンはお米作ったり、いろんなことやって、彼のお米すごい有名らしいです。あ、そうなんです。はい、さみず米って言って、その長野県のさみずのなんかすごいいいお米作ってる。はい、たまに連絡するんですけどね、ザップこれどうなんってっていう、はい、そうなんですよ。めちゃくちゃ社会に貢献しておられます。ザッペ。かっこよかったよね、ザッペね。ザッペのバックセブンね。バックセブンとかめっちゃかっこよかったよね、すごい。顔もかっこよかったですね。確かに。フロントセブンもかっこいい。出ました、ムツオ君。これはムツオのキャンピングカーですね。あ、来ましたよ、忍者。シェンムーって言って、ムツオのプロデュースするブランド。いたね。いたね。この時ね、テクニック的にも世界でもう絶対トップ5に入ってたな。遡ることをこれより7、8年前でもキャブ10やってましたからね。なんかね、とにかくスピンマスター、あとやっぱその技術への探求で、自分が今こうコーチングでそれこそねこうやりだした時っていうのは割とやっぱそのムツオのメンタリズムっていう影響をよく受けてましたね。ムツオだったらこうすっげえ細かかったなとかっつって、あいつこういうこと現役の時やってたんだっていう、こう分解してこうやああやみたいなのをムツオはねこの時からやってたんですよ。でね、ムツオ君に俺怒られたことがあって、パート4ぐらいかな、うちの FC が人気がもうすごい出だしちゃって、で俺もその滑るだけじゃなくていろいろこうほら展開しなきゃいけないじゃないですか。でそういうのやってたらもうなんかね朝の白馬のね覚えてる喫茶店でコーヒー飲みながら安行話があんねんっつってで呼ばれて、なぜか俺のこと安行って言うんだけどなんで安行いまだに安行って言うんだよ。でそれで言ったらな、いやもう話があんねんみたいな、何っつったら、お前そんな仕事ばっかりでええんかみたいな、この FC のコンセプトはもともと世界ナンバーワンになるためちゃうんかみたいな、もっと滑らなあかんのちゃうか、練習せなあかんのちゃうかみたいな、あいつはどうなんやとか、俺自身のことも言われてね、そうああつってっていうのね、ちゃんとね面と向かって説教してくれる人だったんですよ、すごく。だから、そうなんかねめちゃくちゃ技術に探求をこう技術の探求をこう突き詰める、なんかねそういうまたあの時代のスノーボーダーの中でも特殊なタイプ、いわゆるスノーボーダーじゃなくてねアスリート職人みたいな、ねすごかったよね。すごかったね。最近さ時々さ、最近か俺があんま知らないだけか、さヒール抜けのバックサイド、はいそうです、やってましたね。はいそうです、あれかまいたちっていうのね、かまいたちね。ヒール抜けのバックサイドは彼が一番最初にやってますね。そんなん誰もやんなしやんないね、そんなんおかしいでしょって感じだったもんね。何やっちゃってんのかっつって、頭いかれてんじゃない、安いけど俺これいけると思うんやっつってX トレイルでやろうかなと思ったら絶対誰も理解できないからやめといた方がいいでキャブ12やってました絶対無理で、そんなバックファイブやっても点出ないからっつってついてこれないみんなっつって、やめなさいっつってっていうのを覚えてますね。いやそうすごいムツオはすごかった。そう俺もむっちゃんとのエピソードがあって、
そう俺スノーボードの師匠って思う人は、はい、やっさんとむっちゃんです、そうなんですか。はい、はい、むっちゃんとは、一応さなぜかエクストレイルに出ることになってた、エクストレイル出てました、はい、ね、出ることになっちゃった時に、まあもうあの時はだからさっき言ったように、もうとにかくもう別にそんな大会でどうこうよりも、選んでくれた人とかを盛り上げる、はい、そうですね。その一方で、一発は何か立って、あいつなんだって思ってる人たちに、一発は見せて、あとはもう全部ただ盛り上げて、滑ろうって決めた、でも一発がどうしようかなと思った時に、その前にもう2人でマンモス2人で行ったの？そうですよ。あ、なんか言ってたかも。そうです。あ、言ってたかも。いや今なんか思い出した今。そうむっちゃんちょっとむっちゃんなんてさだってもともとさ、それこそさっきの話で、なんやあいつはもうっていうなんか感じのあいつそう正統派しか受け付けないね。はい。なんやで同い年で同級生だね。はいはい。むっちゃんに一緒に行くっつって分かったんですよ。2人で家に住んで、で今日の飯はこれだけやでっつってなんか2人で米をすりつぶして作ったこういうおせんべいみたいな餅と2人で滑りに行って川で釣った小魚とそれをすりつぶして作ったなんかせんべいみたいなお米とそれでずっとマンモス1ヶ月めちゃくちゃ痩せたからね俺で毎日朝起きる時と朝起きた時と寝る前朝5時ぐらいに起きて2人でなんかストレッチをやってた。鼻から吸って腹式呼吸やでって腹式呼吸やでってむっちゃくちゃ腹筋ついたもん俺だってもう8時には寝てましたからね。おもろすぎる。8時に寝てほぼもう毎日もその米をすりつぶしたあと帰りにこれ吸ったこの小魚2人でもう腹式呼吸のストレッチやって望んだエクストレイルでやってきたこと何も出せずにぐるぐるっと回ってそうそんなね思い出がめちゃくちゃやばい。めちゃくちゃおもろいですけどその1ヶ月はねほんとねかけがえのないこれやばいっす。今ここにさこれが映ってるでしょこの瞳の中のそうや今日の晩飯はこれやでって言ってるこの顔でしてほんと毎日でちょっと腹痛すぎる。その1ヶ月はやばかった。想像ができてやばいですね。どうぞもう超もうやばい。エネルギー使い切ったわ。これもう終わっていいですかもうこれ。いやまあおもろすぎるムツオはもうすりつぶさ。あと何でもそれしか記憶ねえよ。むちゃくちゃもうすっげえもう1ヶ月だったらバキバキになってさそのヨガストレッチと腹式呼吸のとその小魚ともうほん仙人みたいなやばいっすね。すっごいまさにでも仙人でしたからね。ほんとそんな感じだった。やばい。いや今完全に持ってかれましたね。もう腹痛くてしょうがないです。もう進めないもうパワーが。もう俺師匠それ師匠だわ。だってその1ヶ月、
スノーボードノート書いてますからね。師匠本当師匠とかって見せた。いや見てじゃないけど書いとるなみたいな感じで見られて同級生の師匠に今日の飯はこれや。ああやっぱこれはやばいっすね、最高っすね。最高の思い出。いやーおもろすぎるわムツオ、ね、俺そのコーチングでやってこうやって突き詰めるのもさいろんな人に影響を受けてるんだけどトンチさんもそうだしその仕事を取り組む姿勢こういう漫画とかさあの時も F が行くって書いててさ死にそうになりながら書いてたじゃないですかこんなにもやりきるかとでそういうのが結構残っててでスノーボードのその技術に関してはまあその時の時代で一生懸命やってるムツオのその同世代のそういうの残っててでそれで技術の俺の足りなかったところを穴埋めしてるのを今の選手たちにだからもうムツオのおかげなんだよとかっつってなんや嬉しいこと言ってくれるやんけ今は何をやってるかっていうと白馬でドッグトレーナーみたいなねやっててで本当に犬の扱いがめちゃうまいんですよ。めちゃうちのチワワもね一回見てもらったんですけどすごいねムツオさんに従順になってました。それこそトンチさんが毎日すりつぶしたこうやって食ってるように群れを統率する能力が高いかもしれないですね。そうかもね。はい。めちゃうまいからねムツオねほら9からのこのクォーターパイプがはい。問題のシーン問題のシーンですよこれね、まあこれなぜ刀かっていうとねまあなんでなんでしょうねまあ模造刀なんですけどこれファンの人にプレゼントされたんですよ撮影で使ってくださいって言ってそうなんですよもらったんですよなんでかっていうとこの時僕のそのマクーのプロモデルが侍モデルでねそうだからそれでちなみにこの刀を渡してくれたのはこれやるっすっつって信長様みたいな感じでその時の森蘭丸を扮したライモン君ライモン君がほら演技してるライモン君がこれ蘭丸してこれほらこれ殿っつって言って刀を持ていみたいなこういう設定でこれねスイッチでいくんですけどほら刀をもらってほらでそしてこのハーフキャブでこのキッカーに入っていくんですけど、スイッチでねでこれをトンチさん今まで出てきてないもんねこのオープニングにね出てきてないじゃないですか確かに、俺なんだそういえば CG 凝った CG なしかそうでしょブランドでね、だけどこう最後にこのかっこよさげなオープニングから持っていくんですよこれ最後このハーフキャブでバットをしてスパッと切りましたと、そしてこれトンチさんなんだみたいな感じのほらこれ演じてくれてるんですよ、切られたことに気づいてないやつね切られたことに気づいてないまだ気づいてないそう切られたことないに気づいてないですよねこれね、気づいてなくて最後曲終わってここでさ切られてまだ気づいてないですよね気づいてないやつ吐き出しましたよ、ね、一応ね雪入ってですね最高のオープニングですよこれねいいですねやばいですねこれねこのボードゲームちゃんとこれサイコロにね FC のところでねこれビルさんデザインかな、いや素晴らしいからのそうかこれでいやこれでここから私のパートが始まるんですけどこの時トンチさんの狛江の家でねこれはねいや神奈川川崎です生田に移ったはずだこれそっか家だおしゃれな家だでこれはそうここ懐かしいなこれ30歳ぐらいですよだから30ぐらい30歳で何やってるんですかこの人腹話術
バックトゥザフューチャーバックトゥザフューチャーの T シャツウケるやばいですね。これ腹話術でね始まるんですけど、懐かしいねこの家もね。この漫画面白い漫画ね並んでて、これこのトンツさんのこの家ね思い出があるんですけど、やばいっつってやばいっつってゴキブリが出たっつって俺手伝った覚えあるんですよ。ゴキブリがこの中にいる。そうよくねこの家の中はでも出たんだよね。出たね出た。だからここの本棚ずらした覚えあるんですよ。確かにそうだそうすごい。そう俺それゴキブリが思い出すこと本当苦手で、だってこの家の時に隣がビデオレンタル屋さんで返しに行こうと思って玄関ガチャって開けたらその廊下にゴキブリがバーっていてガチャって閉めてビデオ返しに行けなくて延滞しました。それぐらいゴキブリが苦手なんだよね。本当に。なんでなの？今もですか？今もダメ。前世なんかあったんですよね。ゴキブリに最後食い尽くされたのかね。いやーすごいこうやばい。最後ムツオで喋りすぎちゃったな。だからこれちょっと人物像だけでいくとやっぱこうムツオくんのボリュームが多すぎてちょっと他の人も語るべきだったよね。みんな愛すべき人たちがねたくさんいるんでね。それはもうまたでもちょっと次回ぜひね行きたいと思います。はい。懐かしいの思い出せました。いやみんなに会いたくなっちゃうなね。本当だしね。まあやっぱでもこうやって形に残しておくっていいですね。やっぱ作品としてでもね。いやありがたいです。そういうの仕事でやらさせてもらえたってことにね、ここ視聴者のよく見てくださった人もね、多分これきっと、ほとんどおじさんそしておじさんって言っちゃダメだねおじさんって言っちゃダメですね。こうね我々世代の人たちがね見てくれた人がねたくさん見てくれてると思うんでね、まあちょっと良かったと思います。そしてもし若い人たち見てくれてるんであればすごくみんながね熱くスノーボードとか、スキーとか、好きなことをやってるんであればこういう今ねスマホでも撮れるし映像残してこういうねなんか編集したりするのも楽しいんじゃないかなと思うんでね、ぜひぜひやってみてくださいと。何より、応援されてたことを今実感しながらね、ありがとうございましたと改めて言いたいと思います。当時見てた人たちで何かこうだったとかなんか一方的に我々の思いを伝えたんですけど、ぜひコメントの方に何かいただければと思いますので、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、以上今回は FC ムービーパート7ボードゲームの、振り返りをとんちさんとお送りしました。ありがとうございました。今日の晩飯はこれやで。次の連載が始まるまでにトンツさんにそのお仕事の依頼をこうちょっと募集させていただきたいなと思っております。ありがとうございます。はい、世の中にトンツさんの作品をもっと出していきたいっていう私からのこうすごく熱い思いを、皆さんに届けということで、実績ですか？ワークみたいなものが出ます。これはい、ゴルフメディア関連ゴルフメディア関連前スノーボーダー我らお世話になった堀さんですね。が今ゴルフのこういう雑誌、ウェブ雑誌をやられてて、で占い企画やるから占いのこの動物たちを描いて。これすごくないです？これなんとジブリパーク。そう。これどういうことですか？愛知にジブリパークあるじゃないですか。であれができるときに公式ガイドブックがあるんですけど、ジブリのパークの、それの数ページのこれなんとかエリアみたいな、子供エリアみたいなやつのマップ書いてお仕事をいただきまして、そのマップになってるジブリパークですよ。ほらだってこれほら猫バス書いてますよ。トンさん猫バスを公にかける機会なんてない絶対ない公に書いてます。真っ黒クロスケもね。そう真っ黒クロスケもかけて、とっても楽しい仕事で。
そしてはい出たセイトーグローブ。熱い熱いこれ。めっちゃ熱いし、いや知らないと思いますよ。昔の人は知ってるんじゃないですか。これはインスタラーメンウォーカー。ラーメンウォーカー。ラーメンだね。はい。これもメジャーなラーメン屋さんじゃないですか、この青葉。そう、めちゃくちゃ有名なとこですよね。そう。そしてこれロゴ各種。ロゴ各種。これほら左上小丸山。そう。小丸山じゃないですか。小丸山のこの羊丸ね。これなんすか、三郎商店。これ先輩が今ね愛知で陣屋っていうラーメン屋さんをやられてるんですけど、でそこでも出してる三郎商店の三郎餃子のロゴ。なるほどね。美味しい餃子でございます。いやこのロゴいいっすね。素敵ですね。本当ですか。クエストのロゴですね。うちのいやいいっすね。Dare to Dream Establish 2010。でこれ愛知クエスト。ほらこれ愛知クエスト一番最初にできた時の愛知クエストのロゴですね。トンツさんのねインスタもチェックしていただければ。これそうですね。これ主に最近よくやらせていただいているのはノベンバーのアーティストのグラフィックをもうかれこれ長いことやらさせていただいておりまして、で漫画描いてる1回だけ本当描けなくて1回お休みしちゃったんですけど、また今期から。だから今期今出てるモデルがこちらで、テーブルの上これまだファミコンじゃないですか。そうファミコン。そうこれはなんかノベンバーだし11月ぐらいになんかちょっと初雪が降ったぐらいのこれ雪男と雪女が「雪降ったぜ明日滑りに行こうぜ」って言ってピザ食ってファミコンやって寝たって。こいつは寝ちゃった。明日を楽しみに。なるほどね。こういうの楽しいじゃないですか。いや熱い。そんな一コマをT シャツとかもあるねこれ。作らせていただきまして。これね俺好きなんですよ。この LINE のスタンプですよね。俺スタンプあんま使わないですけど、トンツァのこれだけよく使う。本当ですか。そう。このゲーっていうこの猫ちゃん。まあそんなこんなで、ちょっと次も連載が始まるまでの間、トンツさんへのお仕事のご依頼がございましたら、ぜひこちらの方へDM の方。E メールどこにもらう？インスタ？どういうふうに？どうしようかね。ここのじゃあここにメールアドレス出します。こちらにお問い合わせとして、一度ちょっと問い合わせしていただければと思います。メールアドレスはこちら。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。いやありがとうございます。